まだ起きてるなら、今日はちょい重めの話が並んでるじゃん。偽の逮捕状、欧州の減便、津波警報の渋滞まで来てるよ。最初から情報がぎゅっと詰まってるのだ。でも気になるのだ。並びは乱暴だけど、どれも見ておきたい話ね。じゃあ、まずは一番ゾクッとするやつから行こう。まずは愛知、岐阜、三重で相次いでいる偽の逮捕状の話なのだ。今年に入って少なくとも45件ね。愛知34、岐阜10、三重1ってかなり偏ってるじゃん。電話で警察官を名乗った後、自宅にレターパックで届くのが特徴なのだ。SNS の画像だけじゃなく、紙で来るから見た目で信じやすくなるのね。紙の方が本物っぽく見える瞬間あるもんね。そこが厄介だよ。なんでわざわざ紙まで使うのだ？マネーロンダリングって犯罪で得たお金の流れを見えにくくする話ね。そこを口実にしているわ。電話、スマホ、郵送がつながると一気に本物みたいに見えちゃうじゃん。愛知では78歳の女性が2600万円余りを騙し取られたのだ。岐阜では70代の男性が620万円、三重では80代の女性が350万円ね。金額が大きすぎて頭が追いつかないよね。偽の逮捕状には中国語の字体が混ざったり、小さい「よ」があったりしたのだ。東京都内では検察官を名乗る例も確認されているわ。警察や検察が郵送やオンラインだけで逮捕状を示すことはないよ。知らない番号なら出ない方が安心じゃん。身に覚えのない話が出たら一人で抱えずに相談するのだ。次はヨーロッパの航空会社が便を大きく減らす話なのだ。ルフトハンザが10月にかけて合わせて2万便を減らすのね。2万便って数字だけで圧が強いじゃん。理由はイラン情勢に伴う燃料価格の高騰なのだ。燃料価格が2倍になっていると説明されているわ。飛ぶための燃料が跳ね上がると空の予定も組み替えたくなるよね。4月20日から5月末まではフランクフルト発の一部路線で1日120便を止めるのだ。採算性の低い短距離路線を先に減らす流れね。採算性ってちゃんとお金が回るかどうかって感覚で合ってるじゃん。減便で燃料の消費量はおよそ4万トン減る見込みなのだ。4万トンって聞くと影響の大きさが目に見えるわね。ガソリン代が上がったら乗る回数を絞る感じに近いのかも。スカンジナビア航空も今月およそ1000便を減便する見通しなのだ。ルフトハンザは中期的な運航計画の見直しも進めていて、今月下旬から来月上旬に発表する予定よ。利用する人は時刻変更や振り替えの案内をこまめに見ておくと安心だよね。同じ地域で広がっているから各社がどこまで組み替えるか気になるわ。最後は岩手9時で津波警報の直後に車の渋滞が起きた話なのだ。避難所につながる道路で最大2キロだったのね。2キロって短く見えても車だとかなり長いじゃん。調べたのはアグーグという会社で許可を得た位置情報を使って前の週の同じ時間と比べているのだ。位置情報は個人が特定されない形で集めた携帯電話の動きね。そういうデータだとどこで詰まったかが見えやすいよね。津波警報の午後4時55分以降、市内の車の流れが全体的に増えていったのだ。久慈市総合福祉センターへ向かう道路では発表のおよそ20分後から渋滞が始まったわ。避難が重なると出口が一気に細くなる感じだよね。渋滞は最大2キロほどで去年12月の警報時の1キロより長かったのだ。夕方で交通量が多かったことも影響した可能性があるとされているわ。深夜より夕方の方が車が動いてるから詰まりやすいのは想像つくじゃん。その場所は今日地震で30分から40分後に5メートル以上10メートル未満の浸水が想定される区域に含まれているのだ。市は避難は原則徒歩で車なら海から遠い郊外へ向かうよう呼びかけているわ。普段から歩きのルートを思い浮かべておくといざって時に動きやすいよね。市は渋滞をどう減らすか検討していくことにしているのだ。さっきの空の話で思い出したんだけど、航空、
言葉、フランス語由来のアビエーションに対応する言葉なんだよ。アビエーションは鳥を意味するアビスとすることのエーションを合わせた言葉なのだ。そうそう。だから空を飛ぶ感じにかなり近いよね。語源まで鳥っぽいなんてちょっと綺麗だわ。それに航空は民間航空と軍事航空に分けられるんだよ。旅客機や貨物機が多いのは民間航空の方。空の仕事って思ったより幅広いのだ。歴史も長くて、中世の滑空機の実験、熱気球、飛行船、飛行機へって流れていくんだよ。空に向かう工夫がずっと積み重なってきた感じね。今日は重めの話もあったけど、見分け方と避難の考え方は覚えておきたいわね。概要欄に元記事のリンクも置いてあるから、気になったやつは見てみて。よかったらチャンネル登録もお願いね。また次回も一緒に確かめていくのだ。